はい、こんにちは。今日はね、海底探査機やっていきたいと思います。文字通り海に潜って動けるような乗り物なんだけど、これを使って海を自由に動きたいということで行ってみましょう。まず現状使える海の乗り物としてはこの空母白滝があるんだけど、これと別で以前作った水上スクーターがあります。とりあえず材料を集めてきて、じゃん。で、今回はこいつをベースに水中にも潜れるようなものを作ろうと思ってるんだけど、まずはこいつの挙動を確認してみましょうか。とりあえず予備の電池を追加しといて、いざ。こいつはこんな感じで水に浮くような作りにしてるんだけど、これは主に左右についてる浮きで本体を支えてます。なので水中用にするにはこれを外せば沈んでくれるんじゃないかな。問題は水力に使ってるパドル。これは下半分が水に浸かることで水かきをしてるんだけど、水中で全体が水に浸かった状態でこの回転の動きをしても前にも後ろにも進まないんだよね。なので水中で動かすためにはスクリューを採用しようかな。まあこんな感じでこいつの動きをお見せしつつ V を回収してるわけなんだけど、これ白滝だと細かい動きが難しくって回収し損ねた分なんだよね。ソーラーパネルは枚数が多いほど発電効率が上がるし、電池と軽量プラスチックも量が足りないのでこいつらは回収しときたかった。もうちょい回収し忘れがあったかと思ったんだけど、まあこの辺でいっか。素材集めはこの辺にしといて、実際に海底探査機を作っていきます。まずスクリューに関しては白滝についてるものをそのまま流用します。これ設計図に登録してあればよかったんだけど消しちゃったんかな。とにかく見つかんなかったので一時的に外して設計図登録しときます。完成品から部品取りするときは設計図登録してからロードすれば元通りですね。で、取ってきた部位は一遍置いといて、さっき浮力が邪魔になるのが分かったので浮きを外します。これで水に沈んでくれると思うんだけど、一時的とはいえいきなり貧相になるな。まあそれはいいとして肝になるのはスクリュー。さっき設計図登録した白滝のスクリューを作るためにとりあえず材料を集めてきます。そしてさっき外した浮きの代わりにくっつける。配線の仕組みは水上スクーターの仕組みをちょっとつなぎ替えればそのまま使えるかな。ただこれいざくっつけてみたら機体の大きさに対してスクリューがだいぶ大きそうなんだけど大丈夫そう？スクリュー同士が干渉しないようにちょっと幅とか調整してるんだけど、よし、まあなんとかなった。途中心配してたんだけど見た目も全然悪くないですね。
試しに動かしてみると、ちゃんと動きますね。いや、ちゃんと動くはいいんだけど、前につけてた浮きの浮力が強すぎて、全然水に沈まないですね。前の方を下に沈めてやれば、下に進むはずなんだけど、私の体重をかけても沈まないくらいに、前の方の浮力が強いのが問題かな。水上を進む分には全然いけてるんだけど、今回やりたいことには合ってないので、ここからはちゃんと沈むような調整をやっていきます。まず、さっき邪魔だった前面の浮きを外して、これで試してみると、ちゃんと沈んでるので、パッと見これでいけてるようにも見えるんだけど、これだとスクリューが地面を吸ってるんだよね。私の体重分で沈んでるのか？いや、単独でも沈んじゃうか。これだと動けないので、微妙に浮くくらいに調整する必要があるかな。そんな感じで途中何回か試しながら調整してるんだけど、電池が切れた時に水上にギリギリ浮くことができるのが理想的かな。そんなこんなんで、だいたいこんな感じか。よし、じゃあこれで行ってみましょう。悪くないですね。後ろの方に浮きをつけてるのは、後ろがやや浮き上がることで機体を前に沈めやすくしてるんだけど、もうちょい前を減らしていいかな。で、この世界では水中でも人間は苦しくないので、その辺は気にする必要はないですね。この辺は不自然でもあり便利でもあるところなんだけど、見えない酸素ボンベを持ってるみたいな解釈にしときますか。機体自体はだいぶ惜しい感じにできてるので、あとは最終調整、浮きの調整に加えて、機体を下に向けようとした時に体が浮いちゃうっていう現象があったので、体が浮かないように頭を押さえつける部品をくっつけときます。これに合わせて見た目も整えていってるんだけど、水中では水の抵抗がとても強いので、陸上の空気抵抗よりも思いっきり抵抗を受けちゃうんだよね。なので部品数は少ない方がいいんだけど、だからといってすっきりしすぎると味気ないので、この辺はデザインの好みですね。ちなみにこの世界では流体が実装されてないので、空気も水も物体に抵抗を与えた後はすり抜けていくみたいです。なので流線形にする意味もあんまりないはずなんだけど、これもイメージというかデザインですね。出力とかもさっきの試運転の結果を踏まえてちょっと調整してます。この辺はまだパワーアップできる余地を残してはいるんだけど、なんやかんやでいい感じに落ち着いたんじゃないかな。よし、ではこれで行ってみましょう。飾り付けのせいで多分さっきよりも効率は悪くなってるはずなんだけど、出力の調整もやってるのでさっきよりもスピードは上がってますね。とはいえ実際のスピードは実
時速約3キロ。だいぶ遅いんだけど、スクリューの回転数はだいたい 30rpm くらいで、上限の 480rpm まで余裕があるので、必要に応じてパワーアップできそう。まあそんな感じで、あとはこの風景を見ながらまとめていきますか。ということで、海底探査機やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。水上の乗り物と比べて若干の難しさはあるんだけど、スクリューは飛行機のプロペラと同じ仕組みで作ることができるのと、飛行機と違って墜落することがないので、難易度としては船と飛行機の中間くらいかな。で、現状水中には敵もいないわ、特に何も資源もないわって、水中にわざわざ潜る意味があるのかって話なんだけど、ごくごくまれに金塊が入った金庫が沈んでることもあるんだよね。その辺は実はライブで探しに行ってみたんだけど、結果としては何の成果も得られませんでしたなかなか探して見つけられるようなものでもないし、過去に必死に探してて見つかんなかったこともあるので、見つけたらラッキーってくらいですね。で、この後は何をしよっかなと思いながら後片付けとかしてたんだけど、すぐ近くにある要塞、そろそろあれを攻略しに行こうかな。ということで、次回は要塞破壊兵器やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で。バイバーイ。